はい。これで、ここで言うと、A に1071が代入されてて、B に462がもう代入されてるので、ここまでできたと。だから次に、小を求めます。で、小を求めるときには、Q イコール、A 割る B にしたいわけですけど、でプリントしてみると、この小数点で返ってきますよね。この小数点で返ってくるので、小数点以下を切り捨てた値にしたいと思います。でそのためには先ほども言いましたが、フロア関数というのを使って、このフロア関数の中に、A 割る B という、これも引数、このフロアっていうのが Python の中に組み込まれている関数なんですね。で、A 割る B という値を引数でこの関数に渡しているというふうなことになります。これやってみると、エラーが出てくるんですけど、これは変数が定義されてませんよっていうことなんですけど、このフロア関数っていうのは実は Python の中のマスライブラリっていうものに入っているので、このインポートマスライブラリをインポートしときます。この頭にマスライブラリの中のフロア関数をここで呼び出せば、今度エラー出ませんね。で2が返ってきます。ここをよく見ると小数点以下、切り捨てられてるんですけど、まだ、不動小数点で返ってきてるので、これを整数に変換しておきましょう。で整数に変換するときは今度はイント関数っていうのがあるので、イントと書いてカッコで先ほどのマスフロア関数をくくります。これでもう一回走らせてみるとちゃんと整数になってるのが分かります。なのでここで Q は OK ですね。次は余りなんですけど、余りはリマインダーなので、R イコール A を B で割ったものの余りです。で余りを出すときは、パーセンテージ表記をします。でこれも見てみると、R でやると、こいつですね、147がちゃんと出てきてるのが分かると思います。でここまでで、ここまで終わったということですね。で一応確認のためにこういう表記にを文字列で出しておきましょうか。なので、プリントしといて、文字列はパーセント S 割るパーセント S イコールパーセント S かけるパーセント S 足すパーセント S にしといて、ちょっと何やってるかわからないかもしれないですけど、これはフォーマット文と同じですね。パーセントの後ろで与えた、変数が代入されます。今は、これ A 割る B にしたいので、第一引数が A で第二引数が B で、このパーセント S、 3つ目のパーセント S が小ですね。この 2が入ってほしいので、ここは9が入ると。で最後は余りが入ってほしいので R が入ります。でこの文字列を出力してみましょうか。でややこしいのでこの辺のプリント文は一回全部
消しておきましょうか。でここがでここでプリントしといて、12345変数引数が十分じゃない。ここが%5 個あるのに引数が4個しか渡されてないのでエラーが出ましたね。A 割る B で 9×B か。9×B なのでこうか。こうするとこれでちゃんと出てきましたね。ここで書いた式と同じですね。1071割る462は 2×462 足す147になってます。で次は次の繰り返しに行く前に、先ほどここでやったように、A という変数に B を代入し直して、B という変数に R0 の値を代入し直すっていうことをやりたいので、ここでリカージョンにしようか。リカージョンのための準備をして、A という変数に B を代入して、B という変数に R を代入し直すと。これでここまで一通りいきましたよね。でこれを全体を先ほどここの範囲が、こういうふうに繰り返されるので、この範囲がこういうふうに繰り返されるので、この範囲をフォア分にしたいというふうに先ほど言いましたけど、今そのユーグリッド誤助法では与えられる自然数によって、最後割り切れたらこの繰り返しが終わるわけですね。なので与えられた自然数が変われば、この繰り返しの数もどんどん変わっていきます。なので何回繰り返されるかわからないんですね。でそういう時にフォア分使うと、フォア分は、前回やったので覚えてると思いますが、こういうレンジでここの中に繰り返す数をこういうふうに入れてましたね。この場合は10回繰り返すわけですけど、これ10回繰り返して余りが0になるかどうかっていうのはわからないので、今この繰り返す時にフォア分を使うのはあんまり適当じゃないっていうのが分かります。じゃあどうすればいいかっていうと、今0が余りが0になった時に繰り返しを終わるっていう終了条件が分かっているので、その終了条件を定義をした繰り返し分を書けばいいので、フォア分の代わりにホワイル分というのを使います。でホワイル分っていうのはこの後ろに書く後ろこの括弧の中に、終了条件を書きます。終了条件というかですね、この括弧の中が true の時はずっとこの、ホワイル分の中身が繰り返されます。なので B が0じゃない時はこのホワイル分の中がずっと繰り返されて、 B が0になった時に B っていうのは、先ほどで言うとここですね、余りが0になった時に、この繰り返しが終わるわけです。なのでこれで、ちょっとやってみましょうか。これでやるとこれ見えますかね。
ちゃんと3回繰り返されてるっていうのが分かると思います。ここで書いたのと同じですね。1回目の繰り返しがこれがここで出力されてますね。でここまでいったら次、2回目の繰り返しに行くんですけど、今度29に戻って B がまだ0じゃない B っていうのは余りなので147だからまた繰り返されます。でこの時に、A と B っていうのが先ほどここで、繰り返しのための準備を事前にしてたので、ここではもう A という値が、462になってて B という値が147になってます。なので、ここで、2回目の繰り返しが、ここ出力されると。でさらに3回目いって、A が147、この B が21という値になって、ここの35行目で36行目か36行目で、この一文が、出力されて、でもう一回こう繰り返すときに、もうここで余りが0になってましたよね。つまりここで B が0になってるわけです。そうすると40行目が終わった後にもう一回29行目に戻るんですけど、今 B が0になってるので、このフォア文の回り続ける条件っていうのは、B が0じゃないとき、つまりこの括弧の中が true の時だけこのフォワイル文が、繰り返され続けるという話をさっきしましたが、今もう B が0になったので、この括弧の中がフォルスになるわけですね。そうするとこのフォワイル文を抜けて、42行目に行くわけです。で今42行目が A たす B の先ほどのままだったので、21と0が足されて今21が出てきましたけど、実際には、A の値が返ってくればいいので、つまりここですね、ここの B が A に代入されて終わるので A の値が返ってくれば最大公約数が出力されると。つまりこの21っていうのが最大公約数。じゃあ仮にちょっと他の数字でやってみましょうか。何でもいいんですけど、例えば28と20の最大公約数は、4なんですけど、ここでじゃあ28と20の最大公約数を見てみるとちゃんと4が出てきましたね。あるいは他の数字でやってみましょうか。例えばじゃあ、38と16にしましょうか。38と16をすると、最大公約数は2になります。これですね、これ 2になりますね。それで1071と462、2つの自然数を与えるというふうな話をしましたが、こういう感じで最大公約数21ですね。でこれ今大きい値、2つの自然数のうち大きい方を A に代入して、小さい方を B に代入してましたけど、これもし入れ替えたらどうなるかってことを少しちょっと試してみたいんですけど、これ実は入れ替えてもちゃんと最大公約数が出てくるんですね。これがこのユーグリッド誤助法の素晴らしいところなんですけど、ここ見てみると462を1071で割った時に小が0で余りが462なので、
2回目の繰り返しの時に、1071割る462になって元に戻るわけですね。大きな、1071が A に代入されて462が B に代入されるっていうふうに元に戻るわけです。つまり2回目の繰り返しで大小関係が入れ替わるので、この大小関係は、ここで考慮しなくてもいいところが、ユーグリッド誤助法の優れてるところの一つかなというふうに思います。